こんにちは、ミッキーです。今回は小田急線沿線おすすめカフェ7選をご紹介していきます。商店街が賑やかで暮らしやすい土地柄のためか、社会人にも人気なエリアになっていまして、さらに言いますと、数々の大学が存在しているため、学生さんも多くいる街がこちらの小田急線沿線になっているかなと思っています。そんな小田急線沿線のエリアから、今回は注目カフェ7選ご紹介していこうというところでございます。今年の5月に公開されました新ウルトラマンの影響で改めてウルトラマンの街として注目を集めている祖師ヶ谷大倉はもちろん、その周辺成城学園前、狛江、経堂から幅広くご紹介できればと思いますので、ぜひ今回の場所参考にしていただいて、その落ち着いた雰囲気等々感じていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは2022年7月にニューオープンしましたプロフィテサンセリテさんでございます。こちらまさにオープンしたての頃の映像を映させていただいているんですけども、こちらの店は祖師ヶ谷大倉にオープンしたお店でございまして、食パンが毎日500均以上売れるとの紹介で注目を集めています人気ベーカリー店になっています。こんな感じで、こちらのサンセリテさんはイートインスペースもあるところが注目のポイントになっていまして、他にもサンセリテさんあるんですけども、基本的にはテイクアウトのお店がメインになるかなと思っています。こんな感じで店内に入っていただきますと、たくさんのパンが右手にずらっと並んでいまして、その雰囲気も相まってとても美味しそうに見えるようなお店になっています。以前にご紹介させていただきました表参道編の動画の中でちらっと触れているんですけども、今表参道ではアマムダコタンというお店が人気かと思うんですけども、そこにも引けを取らないような見栄えになっていますし、とても美味しいパンがリーズナブルにいただけるというところも、こちらのサンセリテさんをお勧めしたい理由の一つになっています。埼玉県狭山市に本店を持つ天然酵母パンの人気店でございまして、祖師ヶ谷大倉の町では2019年の9月に駅の北側にもオープンしたお店がありまして、こちらはその2店舗目になっています。ただですね、こちらのお店はサンセリテというお店の前にプロフィテとついていまして、こちらのプロフィテという言葉にはフランス語で楽しむという意味が込められていまして、楽しんでほしいという思いがこちらのお店には込められているということでございます。なのでですね、こういったパンの陳列方法を含めまして、パンからもこの楽しい気持ちが込み上がってくれるような、そういった雰囲気作りを作ってくれているのかなと思っています。こちらにも映しています通り、クローネというパンも提供していただいていまして、こちらはお店の中で冷たいカスタードを詰めてくれるところがポイントになっていますので、ぜひそういった部分も楽しんでほしいなと思っています。国産の小麦粉と星の天然酵母で時間をかけて発酵されたパンは老若男女問わず愛される優しい味わいになってますので、そういったところもぜひですね、噛み締めていただければと思います。この日はこんな感じでテイクアウトさせていただいて、今映している映像はパンを半分にして切っていただいている様子になっています。で、こちらのサンセリテさんは他のお店に比べて惣菜パンが多めだということでございますし、さらに熟成ベーグルもいただけるところがポイントになっています。続いてご紹介しますのはクレープのかおいというお店でございます。こちらの店は成城学園前に2022年3月にニューオープンしたお店になっていまして、こんな形で外観はですね、ミントグリーンでハワイの街並みにありそうな可愛らしい外観になっています。そしてですね、この高級感あふれる店作りになってますので、なんとなくですね、ちょっとリッチな気持ちで楽しめることができるようなお店になっているかなといったところでございます。こちらの外観や内観を含めまして、こういった様子でお店作りをしていただいていますのは、成城の街並みに合わせるように、その景観に合わせるようにイメージをして色を決めているということでございました。で、こちらのクレープのかおいさんは、以前にご紹介している自由が丘編の動画の中で、自由が丘と奥沢をご紹介しているんですけども、自由が丘の駅から奥沢に向かって歩いていた先にもお店がありますので、この動画を見ていただいて気になった方で、東横線沿いの方が近いよという方いらっしゃいましたら、ぜひですね、そちらの自由が丘の1号店の方に訪れてほしいなと思っています。こちらの店では、オアフ島の東海岸エリアにある海が美しい静かな町、カイルアというところで、夫婦がオープンしたクレープハウスになっています。で、こちらも日本では先ほど申し上げました通り、2020年に自由が丘に1号店がオープンしていまして、こちらの成城学園前は2号店になっています。
こんな形でメニュー表もとてもおしゃれになっていまして、たくさんの種類のクレープをいただくことができます。さらにスイーツ系だけかなと思いきや、食事系のクレープもいただくことができますので、昼食時にもいただくことができるかなといったところでございますし、ドリンクメニューもアルコールも含めて提供していただくことができますので、様々なシーンでご活用いただきたいなと思っています。そしてこの日はこちらのファーマーズプラスガレット生地というものとガバジュースをいただきました。こんな形でガレット生地も味わうことができますので、クレープ生地頼んでいただいた上で、ガレット生地のクレープももう一つ頼んでいただけますと、2倍3倍楽しめるかなといったところでございます。で、こちらのお店は、第4水曜日が定休日になっていますので、そちらご注意いただきたいのと、さらにですね、営業時間は朝8時から夜の22時、つまり10時までやってますので、朝早くから夜遅くまで、いろんなシーンで皆さんの都合のいい時間で訪れてほしいなと思っています。で、さらにこの日はこちらのアイスハワイアンラテというものをいただきまして、このココナッツがかかっている様子がとても美しいこのラテもいただいていました。結構甘いかなと思いきやですね、そこまでずっしりとした甘みではなかったので、クレープと合わせていただいても甘すぎず楽しむことができるかなといったところでございます。で、こちらがラバーズデライトになっていまして、このクレープの生地もそうですけれども、ボリューム満点なクリームの味わいも感じることができまして、他にもたくさんの種類がありますし、季節限定のメニューもあるのが農家葵さんの注目点になっていますので、たくさんの種類から選んでいただいて楽しんでほしいなと思っています。続いてご紹介しますのは、先ほどの成城学園前から西側に一つ駅を移動しまして、狛江からポエム狛江南口店でございます。ポエムというこちらのお店、もしかしたら覚えている方もいるかもしれないんですけれども、私が以前ご紹介した高円寺編の動画の中でご紹介しているポエムマノアマノというところの系列店になっています。このポエムさんはフランチャイズ店舗として運営をされていまして、1971年以降、中央線から全国の街角にフランチャイズの形態で関東圏に幅広く展開しているお店でございます。もともとは1966年の東京の阿佐ヶ谷に来たところが第1号店でございまして、そこから発祥だということでございますけれども、このフランチャイズという仕組みを活用して、こちらの狛江南口店などを提携先として選んでいるといったお店でございます。こちらのポエム狛江南口店は1951年にオープンしていまして、ポエムさんの1号店である阿佐ヶ谷よりもさらに歴史を持っているお店でございます。なので、ポエムさんがフランチャイズを始めた後に加盟したお店になっているのかなといったところでございます。すでに70年以上の歴史があるこちらの空間なんですけども、店内もめちゃくちゃレトロになっていまして、そのおしゃれな雰囲気が伝わってくれるかなといったところでございます。ただですね、こちらのお店は2010年に一度お店を閉じまして、2011年にリニューアルオープンをしているということでございますので、レトロな雰囲気であるんですけども、どっか清潔感があるような雰囲気になっているかなと思っています。で、こちらセットメニューが非常に充実していまして、と言いますのも、ポエムさんは先ほどフランチャイズと申し上げました通り、各店舗によってメニューの内容が異なっているというところが特徴になっていますので、特に私の印象では、こちらのポエム狛江南口店に関しましては、こういったセットメニューが充実されているのかなといった印象でございました。さらにコーヒーメニューに関しましても、幅広い種類のコーヒーを提供していただくことができますし、コーヒーの飲み方にもたくさんの工夫をしていただくことができますので、そこも注目のポイントになっているかなと思っています。そしてこの日はこちらのオムライスセットをいただきました。1000円でいただくことができるんですけども、めちゃくちゃ美味しかったです。で、さらにですね、こちらのトーストセット800円でいただけるメニューなんですけども、サクッと焼き上げたボリューム満点なトーストに加えてサラダもいただくことができまして、さらにコーヒーもセットでいただくことができますので、めちゃくちゃ注目のメニューになっています。まさにこういったトーストを朝9時半からやっているこちらのお店で楽しむことができますので、モーニングでお店を探されている方はこちらもぜひ選択肢の中に入れてほしいなといったところでございます。定休日は木曜日になっていますので、その点は注意いただきたいなというところでございます。さらに狛江店では第3水曜日に夜喫茶というものが開かれていますので、キャンドルが灯されたそのロマンチックな空気を感じたいという方はぜひそのタイミングを狙って訪れてほしいなといったところでございます。加えてこちら9番アイスコーヒーというものもいただきまして、こちらのポエムさんで結構長い時間ゆったりと過ごさせていただきました。このテーブルもコーヒー豆も使いながらおしゃれに作ってくれていますので、そういったところも魅力の一つになっています。続いても同じく狛江から K ベースコーヒーストアさんのご紹介です。こだわりのコーヒーをもとに地域のさらなる活性化に役立ちたいという思いから狛江市に生まれた自家焙煎コーヒー店 K ベースロースタリーラブさんの系列でございまして、こちら3号店になっています。なんとですね、狛江駅の改札内、改札外どちらからも利用できる形態で2022年4月にオープンしています。約50年以上続く老舗の味を受け継ぎ、
世界中から厳選されたコーヒー豆を自家焙煎して提供してくれるところが魅力になっています。まさにこちらで映している豆が自家焙煎のコーヒーになるんですけども、他にもですね、ビールやスイーツなど狛江にある他のお店の食品やグッズも取り扱っているため、アンテナショップとしても狛江駅の重要な役割を担っているお店でございます。こんな形でスイーツなども販売されていますので、例えばコーヒーを買っていただいて他のスイーツをご自宅で楽しまれるという用途にもとてもお勧めできるかなと思っています。私自身は水出しブレンドに加えてどら焼きとか狛江サブレまんじゅうとかこんがりさつまいもといったものを買わせていただきまして、お家でのお土産として楽しませていただきました。平日は朝7時から夜9時半までやってますので、お勤めの前の時間もお勤めの後の時間もご活用いただけるような、そんなアンテナショップになっています。ぜひ狛江駅のお立ち寄りの際は皆さんも試していただきたいなと思っています。続いては東側に場所を移しまして、今度は共同からファインタイムコーヒーさんをご紹介していきます。最高の品質の木豆をその豆本来の個性を最も引き出すような方法で焙煎抽出し極上の一杯を提供する本格派自家焙煎コーヒー店がこちらのお店でございます。こちらの焙煎機がめちゃくちゃインパクトがありまして、こちら D ドリヒという焙煎機になってるんですけども、アメリカ製 5kg のこちらの焙煎機で日々プロファイルした記録をもとに安定した品質かつ季節によって異なる様々な種類のスペシャリティコーヒーが楽しめるこちらのお店の特徴になっています。こちらのお店ではフルーツのように綺麗な酸味と甘みのあるコーヒーは味わえるということでございまして、特に浅入りのコーヒーを提供することに強みを持つお店になっています。なので普段もしスターバックスをよくご利用される方なんかは中入りから深入りのコーヒー豆を楽しむことになるかと思うんですけども、こういった浅入りのコーヒーを一度でも試してみたいと思われる方、そして小田急線沿いにお住まいの方なんかは一度足を運んでいただいてこの味に触れてほしいなと思っています。こういった形でたくさんの種類の豆の販売もされていまして、このパッケージもとてもおしゃれな感じで素敵だなといったところでございますので、お土産用のご活用としてもご検討いただきたいなと思っています。値段はですね、少しかかってしまうんですけれども、マイクロミルと呼ばれます小さな規模で品質管理を行って丁寧に生産された中米産の木豆を使ったり、ノルウェー・オスロのノルディックアプローチおよびコラボレーティブコーヒーソースという輸入業者から仕入れた北欧品質の木豆を使っているということでございますので、そういったこだわりが詰まってこの値段設定になっているなというふうに認識されるととてもいいかなと思っています。ノルウェーというと以前にご紹介したフグレンさんも浅入りでしたよね。続いてご紹介しますのは、また祖師ヶ谷大倉に戻りまして、コーヒー屋ソレイユさんでございます。こちらめちゃくちゃ隠れ家的に存在するお店でございまして、祖師ヶ谷大倉の駅を出てすぐにありますビルの2階にあるお店になってるんですけども、結構探しにくかったりしますので、根気強く探していただいて入っていただければなといったところでございます。こちらのお店は素敵な夫婦お二人で運営されていまして、作り出してくれるような温かい雰囲気がとても素敵だなといったところでございますので、ぜひですね、居心地良い空間として、ゆったりとご自身の時間を過ごしていただければなといったところでございます。結構レトロな雰囲気もあるかなという印象を持たれるかと思うんですけども、1975年創業ということで、こちらのお店の看板メニューでありますラッシュアワーというメニューは、急いでいる人がさっと食べられるように考えられたメニューだということでございます。で、今映していますのが、こちら水出しコーヒーを作っているようなコーヒーの器具になっていまして、結構珍しいものになっていますので、ぜひ写真等で収めていただくといいかなと思っています。で、こちらの器具で丁寧に抽出されたコーヒーをいただくこともできますので、ぜひコーヒー好きな方はこちらのコーヒー器具で抽出されましたダッチブレンドを試してほしいなと思っています。で、ちょうど今映している映像ではコーヒーが抽出されている様子なんかも見ることができまして、こういった形でコーヒーがろ過されていく様子なんかもしっかりと見ることができます。こうやってしっかり時間をかけているからこそ、コーヒー本来の味わいをしっかりと抽出することができまして、じっくりとこの深い味わいを感じることができるのかなと思っています。で、店内はですね、たくさんのお客さんに埋まっていることが多いんですけども、地域の方に愛されているということもありますし、こういったギャラリーの併設なんかもされていますので、何回訪れてもまた新しい発見ができるような、そんなお店になっているのかなといった印象でございました。こちらが先ほど申し上げましたダッチコーヒーですね。抽出機を使ったオランダ式のコーヒー、ぜひ一度味わってほしいなというところでございますし、コーヒー以外にも紅茶のメニューもたくさん用意されていまして、シェイクとか、あとはパフェとかも用意されていますし、クリームソーダ系もありますので、喫茶メニューを楽しみたいという方にも抜群かなといったところです。で、他にもカレーやスパゲッティをはじめ、たくさんの種類の
ランチメニューがありますので、ランチの利用としてもぜひご活用いただきたいなと思っています。その中、私が選んだのはこちらのビーフストロガノフでございまして、このお肉がめちゃくちゃ柔らかくて、なんとなく懐かしさを感じるような味わいがとても美味しかったです。で、本当に出来たての料理をですね、すべて手作りで提供してくれますので、そこもこちらのお店の嬉しい部分になってるかなと思っています。人気メニューはこちらのビーフストロガノフ以外にもたくさんありますので、ぜひ何度か訪れていただく中で、お好みのランチメニューを探してほしいなと思ってます。さらに別の日にはこちらのパンプキンパイとダッチブレンドをいただくことにしまして、この小ぶりながらもずっしりとボリューミーな感じのパンプキンパイもめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひスイーツ、この他にも試してほしいなと思っています。ちなみにこちらのお店は朝7時半からやってますので、小田急線沿線で朝ごはんを食べてから出勤されたりといった方に関しましては、ぜひご活用いただきまして、朝の少しリッチな気分を味わってほしいなと思ってます。新聞等の配置もありましたので、その辺もめちゃくちゃ嬉しいですよね。こんな感じでフォークを入れていただきますと、結構ずっしりとパンプキンが詰まっている感じを味わっていただけるかなと思います。そして最後にご紹介しますのは、同じく祖師ヶ谷大倉からカフェアパートメント183というところでございます。こちらは祖師ヶ谷大倉の駅から15分ほど歩く距離にありまして、少し離れてはいるんですけども、めちゃくちゃおしゃれな空間で、かつゆったりと広々としたスペースになってますので、時間をゆっくりと過ごしたい方なんかに特にお勧めできるようなカフェになっています。さらにこちらのお店は夜までやってますので、ランチ時はもちろんですけれども、夕飯時にも訪れていただくことで、ゆっくりとした時間を過ごすことができるおしゃれ空間になっています。例えばディナー時とかにゆったりとお友達と談笑したいなんて方にもお勧めできるような場所になっています。こちらのお店は2016年9月30日に世田谷区金田にオープンしたイタリア・フレンチカフェダイニングでございまして、先ほど映していました通りテラス席もありまして、こちらの地域にお住まいの方々が愛犬と訪れている様子なんかもとても印象的でございました。中はこんな形で広々とした空間になっていまして、その時の気分で天気がいい日なんかにはテラス席を選んでいただき、天気が少し優れない時とか、あとはあまりに外が暑すぎる、そんな場合には中で時間を過ごしていただくというのはとてもおすすめかなと思っています。さらにこちらのお店はパーティーでの利用もできるということでございますので、宴会や二次会での利用もめちゃくちゃおすすめになっています。例えば貸し切り等でもご相談いただけると思いますので、ぜひそういったところはお店に問い合わせていただくととてもいいかなと思っています。こちらの動画の概要欄にはインスタグラムのアカウントも載せていますので、ぜひ気になる方はお店の方々にコンタクトを取ってほしいなといったところでございます。ランチのセットメニューも結構豊富でございまして、ドリンクメニューもたくさん選ぶことができました。他にもデザートのセットメニューもありますので、ランチ時はもちろんですけどもカフェタイムもお勧めできるかなといったところでございます。ドリンクのメニューも夜の時間帯もやっているということもありまして、ビールはもちろんのこと様々なカクテルのメニューとか、もちろんコーヒー等も楽しむことができますので、アルコールが大好きな方もそうですし、そうでない方も楽しめるようなそんな空間になっています。こちらはこの日ランチセットでいただきました骨付き鶏もも肉の黒カレーでございます。こちらのカレーなんですけれども、カレールーとライスだけじゃなくて、かぼちゃや玉ねぎなどの野菜類ももちろんですし、目玉焼きも乗せてくれますので、バランスのいいカレーとして味わえるところもめちゃくちゃ魅力の部分になっています。まさに大人なカレーといった印象の一品ですね。でこちらはプロシュートとマスカルポーネのバケットサンドになっていまして、こちらも1200円でいただけるメニューになっています。こちらはイタリア産のプロシュートとフレッシュマスカルポーネを使っているメニューになっているんですけども、手前に映していますジャムはですね、味変のために使うことができまして、少し甘みを加えていただくというのもバケットサンドの楽しみ方になりますので、ぜひですね、提供されるナイフとフォークを使って半分に切っていただいて、あとはジャムで味付けしていただくというのもおすすめの食べ方になるかなと思っています。他にもですね、こちらのお店では毎朝24個だけ焼き上げていますカヌレがめちゃくちゃおすすめだということでございまして、カヌレも店内でいただくことでほろ苦い生キャラメルをかけてくれますので、ぜひ気になる方はそちらも試してみてください。以上、今回は小田急線沿線からおすすめカフェ7選ご紹介させていただきました。最初にご紹介したパン屋さんはめちゃくちゃおすすめなんですけれども、他にも最後にご紹介したような開放感あふれる空間ですとか、成城学園前にありましたクレープのお店など、もちろん都内でも同じような店があったりはするんですけども、なんといっても小田急線のエリアは比較的空いていたりという形でゆったりと過ごすことができますので、少し都会の雑踏を離れて落ち着いた気分で楽しみたいという方なんかにおすすめできる空間かなと思っています。
あとはですね、小田急線線私自身も住んでいるということもありまして、もしですね、新しく住宅を探されている方なんかいらっしゃいましたら、こちらを巡っていただく中で、その街の雰囲気とかにも触れていただきつつ、ぜひですね、検討いただければと思います。以上、ミキでした。ありがとうございました。